世界にはユニークで魅力的な文化が息づく祭りが数多く存在します。それぞれの国や地域で開催される祭りは歴史や伝統、そして人々の暮らしに根ざした特別なイベントです。今回は世界中の面白い祭りを5つ厳選し、その魅力をお届けします。第5位、リオのカーニバルブラジル。リオのカーニバルはブラジルのリオデジャネイロで毎年2月末から3月初めにかけて行われる世界最大級のカーニバルです。この祭りはブラジルの文化、特にサンバという音楽とダンスの象徴として広く知られています。起源と歴史。リオのカーニバルの起源はヨーロッパから持ち込まれたカトリックの伝統的な謝肉祭に遡ります。ブラジルではカーニバルは四旬節の前に行われるお祭りとして発展しました。カトリック教徒にとって四旬節は禁欲と断食の期間であり、その前に盛大に楽しむためのイベントとしてカーニバルが広まりました。カーニバルの形式は時代とともに変化し、現在では特にリオデジャネイロのカーニバルが世界的に有名です。19世紀後半から20世紀初頭にかけてアフリカからの影響を受けた音楽やダンスがカーニバルに取り入れられ、特にサンバのリズムが主要な要素となりました。サンバ、パレード。リオのカーニバルのハイライトはサンバドロームで行われるサンバ、パレードです。サンバドロームは1984年に建築家オスカー・ニーマイヤーによって設計されたカーニバル専用の会場で約7万人の観客を収容できます。パレードには各サンバスクール学校から選ばれたチームが参加し、豪華な衣装をまとったダンサーたちがサンバを踊りながら行進します。パレードはテーマに基づいてデザインされ、音楽、ダンス、衣装、フロート出しが一体となって壮大なショーを繰り広げます。サンバスクールの競技。リオのカーニバルではサンバスクール同士が競技を行い、審査員によって評価されます。評価基準には音楽性、ダンス、衣装、フロートのデザイン、テーマの表現力などが含まれます。この競技は非常に真剣で、勝利を目指して各スクールは長期間にわたる準備を行います。路上のカーニバル。サンバドロームでのパレード以外にもリオデジャネイロ市内では数多くのブロッポと呼ばれる路上パーティーが行われます。これらのパーティーは誰でも参加可能で、街中でサンバや他のブラジル音楽に合わせて踊り歌いながら楽しむことができます。ブロッコの規模は様々で、小規模なものから数万人が集まる大規模なものまであります。観光と経済効果。リオのカーニバルは世界中から数百万人の観光客を引き寄せるブラジル最大の観光イベントです。この期間中、ホテルは満室となり、観光業界に多大な経済効果をもたらします。また、地元の職人や衣装デザイナー、音楽家など多くの人々にとっても重要な収入源です。文化的意義。リオのカーニバルは単なる祭り以上のものであり、ブラジルの文化、特にアフリカ系ブラジル人の歴史や社会的影響を強く反映しています。サンバは奴隷制から解放された黒人コミュニティの中で発展した音楽であり、カーニバルはその誇りと文化を祝う場でもあります。リオのカーニバルはブラジルの人々にとって楽しみと同時に社会的、文化的なメッセージを伝える重要な場でもあります。この豪華で情熱的な祭りは参加者にとって一生に一度の体験であり、見る者にとっても強烈な印象を残します。第4位、ホーリーインド。ホーリーはインドで毎年3月頃に開催される非常に色彩豊かでエネルギッシュな祭りです。ホーリーは色の祭りや愛の祭りとも呼ばれ、ヒンドゥー教の祝祭の中でも特に有名です。インド国内のみならず、ネパールや他のヒンドゥー教徒が多い国々でも盛大に祝われます。起源と歴史。ホーリーの起源はヒンドゥー教の古代神話や伝説に根ざしています。その中でも特に有名なのが悪魔の王ヒラニヤカシプとその息子プラフラーダの物語です。ヒラニヤカシプは自身を神と崇拝するよう命じますが、息子のプラフラーダはそれを拒否し、美少
信仰を貫きました。怒ったヒラニヤカシクはプラフラーダを殺そうとしますが、ビシュヌ神がプラフラーダを救い、ヒラニヤカシクを倒したという伝説があります。この話は善が悪に勝利する象徴としてホーリーで祝われます。もう一つの重要な神話はクリシュナ神に関連しています。クリシュナは自身の暗い肌色を気にしていましたが、恋人ラーダに自分の色を塗ることで彼女との違いをなくそうとしました。このエピソードがホーリーで色を塗り合う風習の由来とされています。祭りの特徴、ホーリーはホーリカダハンと呼ばれる前夜の儀式で始まります。この儀式では巨大な焚き火が行われ、邪悪な力を焼き払う象徴とされています。人々はこの焚き火の周りを巡り祈りを捧げます。翌日、ホーリーのメインイベントが行われます。この日、人々は色鮮やかな粉ブルや色水を互いに掛け合い、街中が色彩で染まります。ホーリーは年齢や性別、社会的地位を超えて誰もが楽しむことができる祭りです。街中では友人や家族、さらには見知らぬ人々と色を塗り合い、笑顔があふれます。音楽と踊り、ホーリーでは伝統的な音楽とダンスも大きな役割を果たします。特にバジャンと呼ばれる宗教的な歌やホーリーに特化したフォークソングが広く歌われます。また太鼓やドラムの音に合わせて人々が踊り、祭りの雰囲気をさらに盛り上げます。料理とスイーツ、ホーリーでは特別な料理やスイーツも楽しみの一部です。グジヤという甘い揚げ菓子やバンガと呼ばれるカンナビスを使用した飲み物が特に人気です。バンガはホーリーの楽しみをさらに増幅させるために多くの人々が口にします。地域ごとの違い、インド全土で祝われるホーリーですが、地域によってその祝い方は異なります。例えば、ウッタル・プラデーシュ州のバーサーナではラト、ホーリーという独自の形式が見られ、女性が棒で男性を追いかけるというユニークな風習があります。また、西ベンガル州のシャンティ・フタケタンでは、詩人ラビンドラナーとタボールに影響を受けたドル・チャトラとして祝われ、より芸術的な要素が強調されます。現代のホーリーは現在インド国内外で広く知られるようになり、他の国々でも祝われるようになっています。インドでは特に若者や観光客がこの祭りを楽しむために集まり、国際的なイベントとしての地位を確立しています。しかしホーリーは単なるお祭り騒ぎではなく、インドの伝統と文化、そして宗教的な背景を深く理解するための重要な機会でもあります。ホーリーは愛と色彩、そして善の勝利を祝う祭りとしてインドの文化を象徴するものです。参加することでインドの豊かな歴史と伝統に触れることができるでしょう。第3位、ねぶた祭り日本。ねぶた祭りは青森県青森市で毎年8月2日から7日まで開催される日本の伝統的なお祭りです。この祭りは巨大で精巧なねぶたと呼ばれる灯籠が市内を練り歩くことで有名で、その迫力と美しさから多くの観光客を魅了しています。青森のねぶた祭りは東北地方を代表する夏祭りの一つで、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。起源と歴史、ねぶた祭りの起源にはいくつかの説がありますが、最も一般的な説は古代中国の七夕の風習に由来するというものです。七夕の時期に厄払いのために灯籠を流す風習が日本に伝わり、それがねぶたとして発展したとされています。またもう一つの説として、東北地方の農民たちが虫を払い豊作を祈願するために行っていた祭りがルーツとされています。祭りの中で使われるねぶたとは、紙と竹で作られた巨大な人形型の灯籠で、戦国時代や伝説の英雄、神話上の人物などが題材となります。これらのねぶたは明かりを灯して夜の街を彩り、見る者に強烈な印象を与えます。ねぶたの制作は非常に手間と時間がかかる工程です。まず竹の骨組みを作り、その上に和紙を貼り付け、最後に彩色して完成させます。ねぶたの大きさは
幅9メートル、高さ5メートル、奥行き7メートルにも及ぶものもあり、そのスケール感は圧倒的です。ねぶたを製作する職人たちはねぶた師と呼ばれ、彼らの技術と想像力が祭りの成功に欠かせません。ねぶたのテーマは毎年異なり、制作には数ヶ月を要します。完成したねぶたは祭りの期間中、町中を練り歩き、多くの人々に披露されます。跳人と掛け声。ねぶた祭りの特徴的な要素の一つに跳人と呼ばれる踊り手たちがいます。跳人はラッセラー、ラッセラーという掛け声とともに跳ねるように踊りながらねぶたの周りを行進します。この踊りは祭りに参加する一般の人々も楽しむことができ、特に子どもたちや観光客にも人気です。参加するためには跳人用の衣装を着用することが求められますが、これを身につければ誰でも跳人として祭りに参加することができます。祭りのクライマックス。ねぶた祭りのクライマックスは8月7日に行われる海上運行と花火大会です。この日はねぶたが船に乗せられて青森港を巡り、その後花火とともに夜空を彩ります。特に海上運行はねぶた祭りの中でも最も華やかなイベントの一つであり、観光客にとっては見逃せない瞬間です。経済と観光への影響。ねぶた祭りは青森県にとって非常に重要な観光資源であり、毎年約300万人の観光客が訪れるとされています。この祭りは地域経済にも大きな影響を与えており、祭りの期間中は宿泊施設や飲食店、土産物店がにぎわいます。また祭りの終了後、ねぶたの一部は青森市内のねぶたの家はラッセという博物館に展示され、訪れた人々は1年を通じてねぶたの魅力に触れることができます。文化的意義。ねぶた祭りは単なる観光イベントにとどまらず、地域の伝統文化やコミュニティの結束を象徴する重要な行事です。地元の人々にとってこの祭りは1年の中で最も重要なイベントの一つであり、地域の誇りを表すものです。またねぶた祭りは他の東北地方の祭りとともにユネスコ無形文化遺産に登録されており、その文化的価値が国際的にも認められています。現代のねぶた祭り。現代のねぶた祭りは伝統を守りつつも、毎年新たな要素や創意工夫が加えられています。ねぶたのデザインも古典的なテーマだけでなく、現代的な要素や時事ネタが取り入れられることもあり、時代とともに進化を続けています。ねぶた祭りはその壮大さと美しさ、そして地域の強い結束力を象徴するイベントとして、今後も多くの人々を魅了し続けるでしょう。第2位、ラ・トマティーナスペイン。ラ・トマティーナはスペインのバレンシア州にある小さな町ブニョールで、毎年8月の最終水曜日に開催されるトマトを投げ合うユニークで賑やかな祭りです。この祭りは世界中から多くの観光客を引き寄せることで有名で、参加者たちは大量の熟したトマトを使って盛大なトマト投げバトルを繰り広げます。起源と歴史。ラ・トマティーナの起源には諸説ありますが、最も広く信じられている説は、1945年にブニョールの住民が参加していたパレードで、若者たちが一部始終を混乱させたことから始まったというものです。パレードの最中に若者たちが近くの市場からトマトを手に取り、投げ合いが始まりました。この騒動が町の住民たちに受け入れられ、翌年も同様のトマト投げが行われ、次第に伝統行事として定着しました。1950年代には当局が一時期この祭りを禁止しましたが、地元住民の抗議により1957年に再開されました。それ以来、ラ・トマティーナは公式なイベントとして認められ、年々その規模を拡大しています。祭りのスケジュールと進行。ラ・トマティーナは午前中に始まり、約1時間にわたって開催されます。祭りの始まりを告げるのはハモンハムを取る競技です。この競技では参加者が石鹸で滑りやすくなった木製の柱に登り、
その頂上に吊るされたハムを取ることが求められます。この競技が終了するとトマト投げが開始されます。トマトは特別にこの日のために栽培されたもので、通常食用には適さない低品質のトマトが使用されます。トマト投げは町の中心広場で行われ、トラックに積まれたトマトが次々と参加者の前に運び込まれます。そのトマトを参加者たちは互いに投げ合い、広場は瞬く間に真っ赤なトマトジュースで埋め尽くされます。ルール・ラ・トマティーナにはいくつかの基本的なルールがあります。これらは参加者の安全を確保し、祭りが秩序を保つために設定されています。トマトは投げる前に手で潰し、他人に怪我をさせないようにします。他のものを投げたり、乱暴な行為をしないこと。祭りの終了を告げる合図が鳴ったら、直ちにトマト投げをやめること。これらのルールに従いながら、参加者たちはお互いにトマトを投げ合い、笑い声とともに楽しみます。終了後の清掃。祭りが終了すると、町全体で大規模な清掃作業が行われます。広場や道路に散乱したトマトの残骸は、地元の消防士たちやボランティアによって水で洗い流されます。意外なことに、トマトの酸には清掃効果があり、洗い流した後の町はよりきれいになるとも言われています。経済効果と観光。ラ・トマティーナはブニョールにとって非常に重要な観光イベントであり、世界中から多くの観光客が訪れることで地域経済に大きな利益をもたらします。祭りの期間中、町の宿泊施設や飲食店は満席となり、観光収入が地域の経済を潤します。また、祭りの知名度が上がるにつれて、海外からのメディアも多数取材に訪れ、ブニョールは国際的に注目されるようになりました。文化的意義。ラ・トマティーナはスペインの祭り文化の中でも特にユニークで、スペイン人の陽気でおおらかな性格を象徴するものとされています。また、この祭りはスペインの文化がどれほど多様で創造的であるかを示す一例でもあります。ラ・トマティーナに参加することは、単にトマトを投げ合うだけでなく、スペインの豊かな文化と地域の伝統に触れる特別な機会です。この祭りは他にはない独自の体験を提供し、多くの人々にとって忘れられない思い出となるでしょう。第1位、ソンクランタイ。ソンクランはタイの伝統的な新年を祝う祭りで、毎年4月13日から15日にかけて開催されます。タイ国内で最も重要な祝祭の一つであり、水かけ祭りとしても広く知られています。ソンクランはタイ語で移動や変わるを意味し、占星術的な新年の到来を祝う行事として始まりました。起源と歴史。ソンクランの起源はインドのサンスクリット語に由来し、タイにおける伝統的な新年の祝祭として根付いています。この祭りはもともと農作業の一区切りと新しい季節の到来を祝う儀式でした。タイでは水は浄化と再生の象徴であり、ソンクランの祭りではこの水の象徴性が色濃く現れています。もともとは家庭や寺院で仏像に水をかけたり、年長者の手に水をかけて敬意を表す静かな儀式として始まりました。しかし時が経つにつれて、ソンクランはタイ全土で盛大なイベントへと発展し、今では誰もが参加できる一大イベントとなっています。祭りの進行と習慣。ソンクランの祭りはタイ全土で異なる形で祝われますが、共通する要素は水かけです。水は新年を祝うと同時に前年の厄災や不運を洗い流すと考えられています。水かけ合戦。ソンクランの最も特徴的な部分は町中で行われる大規模な水かけ合戦です。人々はバケツ、ホース、水鉄砲などを使って通行人や参加者に水をかけ合い、町全体が一種の水洗浄と化します。バンコクやチェンマイなどの都市では通り一面がこの水かけで埋め尽くされ、観光客も地元の人々も一緒になって楽しみます。仏教儀式。ソンクランは仏教に基づく宗教的な行事でもあります。人々は自宅や寺院で仏像に水をかけるソンクラン、ソットと呼ばれる儀式を行い、
仏像や僧侶に敬意を表します。また、年長者の手に水をかけ、祝福を祈るロット、ナム、ダム、フワという儀式も行われます。家族との時間、ソンクランはまた、家族が集まる時期でもあります。都市部で働いている人々は、故郷に帰省し、家族と一緒に時間を過ごします。この時期には、家族の絆を深めるためのさまざまな伝統的な行事が行われます。地域ごとのソンクラン、タイ全土で祝われるソンクランですが、地域ごとに独自の習慣や特色があります。バンコクではカオサン通りがソンクランの中心地となり、世界中からの観光客が集まります。通りは巨大な水かけパーティーの会場となり、音楽、ダンス、そして水かけが一体となって祭りを盛り上げます。チェンマイでは特に盛大にソンクランが祝われます。古都ならではの伝統的な行事が多く残っており、仏像行列やパレードが見られます。また、チェンマイの旧市街を囲む堀は水かけ合戦の舞台として有名です。パタヤではソンクランの祝祭が1週間にわたって続き、ビーチ沿いでの大規模な水かけイベントが行われます。特にウォーキングストリートは観光客にとっての一大スポットです。現代のソンクラン、近年ソンクランは世界的にも注目されるようになり、タイを代表する観光イベントとなっています。特に外国人観光客にとっては、ソンクランは一生に一度は体験したい祭りとして人気です。一方で、水の無駄遣いや過度なアルコール摂取による問題も指摘されています。そのため、最近では安全で持続可能なソンクランを目指す動きが進んでおり、一部の都市では規制が強化されています。経済効果と文化的意義、ソンクランはタイにとって重要な観光収入源でもあり、祭りの期間中には国内外から多くの観光客が訪れます。また、タイ人にとってソンクランは宗教的、文化的に深い意義を持つ時期であり、家族やコミュニティの結束を再確認する機会でもあります。ソンクランはただの水かけ祭りではなく、タイの豊かな文化と伝統を象徴する祭りです。この祭りは現代のタイにおいても重要な文化遺産であり、国内外の多くの人々に愛されています。ご視聴ありがとうございました。世界にはまだまだたくさんのユニークでエキサイティングな祭りが存在します。あなたも次の旅先でぜひ現地の祭りに参加して特別な体験をしてみませんか？このチャンネルではさらに多くの驚きと感動をお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。